ちは。春日井市議会議員の小島さゆりです。この動画のサムネイルは実際の記者会見の時の写真ですけれど、今日は私の事務所からお送りいたします。もう日にちが経つのは早いですね。毎日いろんなことがあって、気がつけばもう6月、違う、今7月ですね。もう7月の半ばになってしまいました。先月6月25日に私の裁判の判決がございました。判決があった後、名古屋地方裁判所の記者クラブの部屋で記者会見を開きました。私の記者会見、新聞とか、それから、テレビのニュースとかでも、判決の内容は報じられましたけど、記者会見の内容は、ほとんど報じられていません。記者会見のほんの一部だけ、かいつまんで記事にしていただいた新聞社もありますけど、記者会見の内容、長いですからねあんまりこういう長い部分を記者会見で読むことはないのかもしれませんけど、A44 枚にびっしりと原稿を書いてきて、記者会見で読み上げさせていただきました。どこにもこの記者会見の内容は報じられておりませんので、今から記者会見の全文を読んでみたいと思います。何の裁判？裁判のこと知らない方、今から読む記者会見の内容でも説明していますけれども、新聞なんかでも報じられておりますので、一番分かりやすいのは朝日新聞かな。こちらで検索してみてください。当時の新聞記事が出てきます。もし記事が削除されてしまっていたらごめんなさい。それでは記者会見の内容、今から A44 枚原稿を読みますので、15分ぐらいかかります。よろしくお願いします。15分そんな時間ないよという方は、途切れでも結構です。途中まで見たら、一旦止めて、他のことをやってまた途中から見てください。では記者会見の内容を読み上げます。皆様、本日はお集まりいただきありがとうございます。私のことをご存じない方も多いと思いますので、まずは簡単に自己紹介から始めたいと思います。私は小島さゆり、現在71歳です。2023年の統一地方選挙でトランスジェンダー女性であることを公表した上で、春日井市議会議員選挙に立候補し、当選し、現在1期3年目です。ちょっと長いですけれども、A44 枚用意してきた原稿を読ませていただきます。事件が起きたのは昨年2024年1月19日です。当時私は議会法編集委員会という委員会に所属していまして、1月19日にその委員会の懇親会がホテルプラザ勝川というところで開かれました。その場には先ほどの議会法編集委員会の委員のほか、当時市議会議長であった今回の被告および当時の副議長、それに議会事務局の職員さんたちが参加していました。その懇親会の席で、私に対して被告は何度も繰り返しおっさんと表現したため、耐え難い屈辱を受け、いたたまれなくなりましたが、懇親会の場を台無しにするわけにもいかず、作り笑いでやり過ごすしかありませんでした。その後、自宅に戻った後も精神的なショックが大きく、その次の週に予定されていた当時
私も今回の被告も所属していた市民クラブという会派の行政調査も休まざるを得ない状態でした。私が行政調査に参加しなかったところ、会派のグループ LINE で理由を問われたために、今話したような内容の説明をいたしました。その時、被告議員からは LINE 上では申し訳ございませんでした。私ももっと学習しますという謝罪を受けました。しかし、被告からの謝罪は今申し上げた LINE 上での謝罪のみで、行政調査が終わった後も対面での謝罪は一度もありませんでした。その後も精神的なショックはなかなか癒えず、自宅で寝ている日も多くあるような状態で、約1ヶ月の自宅安静の診断書をもらい、しばらく市議会はお休みしました。おっさんと言われたぐらいで寝込むようなことですかとよく言われることがあります。なかなかこれを当事者以外の人に説明するのは難しいと感じていましたが、つい最近、芥川賞作家の李琴美さんが甲府市議の村松弘美さんを提訴するという事件がありました。このことは新聞各社で報じられ、ある記事には李さんは常に不安に苛まれ、抑うつ症状や不眠などの心身の不調が今も続く。医師には適応障害と診断されたと書いてあります。この李琴美さんの事件が報道されることで、トランスジェンダーが自身の機微な部分を望まない話題にされたり、事実と違うことを言われたり、何気ない言動で傷つけられたりすることで、日常生活が正常に送れないほど精神的にダメージを受けることがあるということを理解していただけると思います。最近、アメリカではトランプ大統領が反 DEI を加速させていて、それに呼応するように日本でも SNS を中心に LGBTQ に対する攻撃が強まっていますが、それでもまだ日本は多様性社会を推進する方向に政府も地方自治体も政策を進めていると私は信じています。しかし現場は本当の意味で多様性を尊重するということが理解できていないように私には思えます。例えば先ほどの李琴美さんの問題、被告の甲府市議の村松弘美さんは李琴美さんと面識がないのにもかかわらず、真実を確かめもせずに体が男性で手術もしていませんと投稿したといいます。記事では村松市議は警察から注意されてすぐ投稿を削除したと書かれており、それほど強い意志で李琴美さんを攻撃したようには思えません。ほんの軽い気持ちで投稿したのだと思います。また今年4月には長野県辰野町でバイセクシュアルであることを明かした上で、学童支援員として採用された伊藤さんという方が子どもの相談に乗ったところ、職員から勤務時間外にやってくれと言われたり、自分のことをさらけ出すなと叱責されて退職に追い込まれたというニュースがありました。しかしこのようなことでニュースになるのは氷山の一角で、日常生活の中でいくらでもあります。日常生活の中でいくらでもあるこういう事案で共通しているのは、相手の人を深く傷つけているという意識がないことです。さっきの辰野町の出来事でも、バイセクシュアルの伊藤さんを責めた職員の方たちも、おそらく自らの信念に基づいて、そういうことをしたらダメだと
子供や若い子を叱るようなつもりで叱ったのだと思います。辰野町のホームページを見ると、LGBT に配慮した環境づくりや多様性を認める指導などの言葉を見つけることができます。しかし、職員の意識にはそれが浸透していないということが明らかです。スローガンを掲げただけでは意識が変わるわけではなく、実効性は全く期待できないということです。こういう言い方はしたくないのですけど、特に昭和の感覚のままの人には、スローガンだけではその人の本質は変わらないのです。職員の意識を変えるには、きちんと研修を実施し、勉強して共通の認識を持ってもらう必要があります。そうでないと、何気ない気持ちで放った言葉が相手を傷つけるということに気がつきません。それから昨年暮れに複数の週刊誌報道によって公になったフジテレビの中居正広さん問題。つい最近、日本テレビの社長が会見した国分太一さんの問題。この会見では何が起きたのか全く説明がありませんでしたが、コンプライアンス違反だという説明でした。その後には高田敏彦さんによる不適切言動を謝罪した問題。このようなことが続いています。これらの事案がどのような意識のもとで発生したのか、真相を知ることはできませんが、田原俊彦さんは不適切言動について、僕としては通常運転と釈明しています。通常運転ですよ。通常運転で相手を傷つけてもらってはたまったものではありません。何気ない気持ちで放った言葉が相手を傷つけることをマイクロアグレッションと言いますが、田原俊彦さんの例にあるように、自分の悪気のない何気なく放った言葉や行動が相手を傷つけているということは通常気がつきません。あ、これはマイクロアグレッションだったと気がつくようになるには、きちんと研修することが必要です。研修も受けずに自分の言動がマイクロアグレッションであると認識することは困難です。私は社民党公認で立候補し当選しました。現在も社民党員です。こういうことはどこにでもあるという例として、ジェンダー平等を掲げる社民党の中にいたとしても、ソジハラを受けることがあるというお話をします。ソジハラとは、セクシュアルオリエンテーション、ジェンダーアイデンティティに関するハラスメントのことです。私は今年から社民党愛知県連の幹事だということで、4月に初めて幹事会という会合に出席しました。その席上、私に向かっておじさんと言った人がいました。その人にはその場で注意し、幹事会終了後、そのおじさんと言った本人が謝罪に来ました。もう一人、いきなり私に向かって、タイに旅行し、ニューハーフのお店に行った話を自慢げに話し始めた人がいました。これもソジハラです。聞くのは苦痛でしたけど、その時の状況もありますので、特にその場でソジハラの指摘はしませんでした。なぜこれがソジハラであるかというと、シスジェンダーの女性、すなわち生まれた時からの女性に対しては、ニューハーフのお店の話を突然始めるというようなことはしないでしょうということです。その人は私に気持ち的に連帯する意味でそういう話をしたのかもしれませんが、生まれた時からの女性にはしないような話をあえて私に向かってするのはハラスメントです。
私は社民党愛知県連の幹事長にソジハラにあったことを、ソジハラについての研修は行っているかという質問を伝えました。また福島みずほ党首にも、福島さんには直接会えませんからメッセンジャーでソジハラにあったことを伝えました。その時は話を聞きたいと言われましたが、しかし愛知県連の幹事長も福島さんも本日までどちらも何の対応もありません。社民党でさえ実情はこんなもんです。社民党はジェンダー平等を掲げ、街頭宣伝などではレインボーフラッグを振って演説したりしていますが、よくそういうことができますよねと言いたいです。レインボーフラッグを振る前に党員に研修をして LGBTQ に対する意識を変えてくださいと言いたいです。しかし私はいつもハラスメントを受けているかというと、そうではありません。普段関わっている人たちとは何の問題もなく生活しています。特に周りの親しい友人たちはというわけではなく、例えばスーパーのレジのおばさんもおじさんも、図書館の職員や仕事場の隣の放課後デイサービスの先生や子どもたち、郵便局の局長さんや職員も、高齢者サロンの利用者も、公園でボランティアしている人たちも、他にもいっぱい生活の場にはいろんな人がいます。みんな親しくさせていただいています。誰も LGBTQ なんて口にしないし、社会の中の一人の人間として存在させてもらっています。そういう社会が私はいいと思うし、障害があったり、外国籍だったり、経済的に貧困であったり、少数民族だったり、一人親家庭であったり、どんなマイノリティであろうと、一人の人として幸せに暮らせる、そういう社会を私も一応政治家の端くれですから、政治家として目指したいと思っています。今年2月2日に行われたグラミー賞授賞式でレディー・ガガは、トランスジェンダーは透明な存在ではありませんとパワフルにスピーチしたといいます。レディー・ガガは、多くのトランスジェンダーは目立たないようにひっそりと生活していますが、いないものとして扱わないでほしいということを言いたかったのだと思います。しかし、腫れ物を触るように変な存在として特別扱いもしないでください。トランスジェンダーも社会の中の一人の人間として平穏に幸せに暮らしたいと思っています。トラブルやいさかいは好みません。すべての人と一緒に普通に暮らせれば幸せです。ぜひそこのところを理解していただきたいと思います。また SNS では、性別変更したトランスジェンダー、特に男性から女性に性別変更したいわゆる MTF と言われる人たちに対して、公衆浴場の女湯や女子トイレに入るなという攻撃が激しくなっていますが、皆さんご存知のように、性別を変更する根拠になっているのは性同一性障害特例法という法律です。世界保健機関 WHO でも、アメリカ精神医学会でも、性同一性障害という言葉はもう使われなくなったにもかかわらず、
いまだにこの法律の名前に性同一性障害という言葉が使われていることで分かるように、法律がアップデートされていません。2023年に特例法の性別を変更するための5つの要件のうち、生殖能力を失わせる第4番目の要件が最高裁で違憲とされ、またこの時差し戻しになった外観要件と呼ばれる5つ目の要件が去年2024年に広島高裁で手術なしでも認められました。このように手術なしで性別変更が認められる人が実際に出てきていますので、いわゆる女性専用スペースの問題はこれからもっと混乱が予想され、それに関わる法律の整備が急務だと思います。本来なら最高裁で違憲判決が出てすぐにでも法律の整備に着手すべき問題ですが、全くもってそのような動きが見られません。ぜひすぐにでも関連する法律をすべて国民が納得できるように整備し、お互いが理解して生活し、LGBTQ に対する攻撃やマイクロアグレッションのない社会になり、誰もが安心して暮らせる世の中になることを切に願っています。以上です。はい。以上で、記者会見の内容をすべて読みました。この内容を記者会見でお話ししましたけど、内容自体が長いので、この一部を記事にした、ニュースや記事がありましたけど、全部を伝えるところはもちろんございませんでした。今読みました記者会見の内容で、私は社会民主党の党員ですという部分がありましたが、実は、今年7月2日に社会民主党、社民党を離党しております。現在は無所属です。これからは無所属として活動していきたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。今日は以上です。どうもちょっと長時間になりましたけど、お付き合いいただきましてありがとうございました。それではよかったよと思う人はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。では次の動画までまたね。皆さんお元気で。